こんばんは。おやすみジャパニーズチャンネルのともです。今日も一日お疲れ様でした。今夜は静かで優しい日本の昔話をゆっくりお届けします。難しい言葉は使わず、ゆっくりお話しします。安心してそのまま聞いてください。それでは静かな夜のお話を始めます。かぐや姫。昔昔、山の近くの村におじいさんとおばあさんが住んでいました。おじいさんは毎日山へ行って竹を切っていました。おばあさんは家で静かに暮らしています。山はいつも静かです。ある日のことです。おじいさんは山の中で光っている竹を見つけました。おや、なんだろう。おじいさんはそう言ってその竹を切ってみました。すると竹の中に小さな女の子がいました。小さな女の子は優しく光っています。おじいさんはとてもびっくりしました。でもその子を見ていると不思議と心が
優しくなります。おじいさんはその子を家へ連れて帰りました。おばあさんはその子を見てとても喜びました。まあ、なんてかわいい子でしょう。二人はその子を大切に育てました。小さな家で静かな毎日が過ぎていきます。その子は少しずつ大きくなりました。そしてやがてとても美しい娘になりました。人々はその娘をかぐや姫と呼びました。かぐや姫が美しいと聞いて、たくさんの人が会いに来ました。でも、かぐや姫は誰にも会おうとしません。いつも静かに月を見ています。月の光がかぐや姫を優しく照らしています。ある夜のことです。かぐや姫はいつものように外で月を見ていました。その顔は少し寂しそうです。おじいさんはそばへ行って聞きました。どうしたのですか？すると、かぐや姫は静かな声で言いました。私はこの星の人ではありません。
月から来たのです。そしてもうすぐ月へ帰らなければなりません。おじいさんもおばあさんもとても悲しくなりました。帰らないでください。ずっとここにいてください。二人は何度もそう言いました。でもその日は来てしまいました。ある静かな夜です。空から明るい光が降りてきました。夜の空は静かに明るくなっていきます。そして月の人たちがかぐや姫を迎えに来ました。かぐや姫は白い着物を受け取りました。その着物を着る前に二人の顔を静かに見ました。そして優しい声で言いました。今まで本当にありがとうございました。とても幸せでした。おじいさんとおばあさんは涙を流しました。かぐや姫も悲しい顔をしています。けれど、もう帰らなければなりません。かぐや姫は月の人たちと一緒にゆっくり空へ上がっていきました。
そしてだんだん小さくなって見えなくなりました。おじいさんとおばあさんはしばらく空を見ていました。月は静かに夜の空に出ています。二人の心にはかぐや姫との大切な思い出がいつまでも残りました。おしまい。笠地蔵。昔、昔、山の近くの村に、おじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は静かに暮らしていました。冬になると、村には雪が降ります。あたりは白くなり、とても静かです。ある日のことです。おじいさんは傘を売るために町へ出かけました。雪の道を一人でゆっくり歩いて行きました。けれど、その日は傘を一つも売ることができませんでした。街も静かで、人はあまり歩いていません。おじいさんは仕方なく村へ帰ることにしました。帰り道のことです。雪の中にお地蔵様たちが立っていました。お地蔵様の頭には
雪が積もっています。肩にも白い雪が乗っています。おじいさんは立ち止まりました。これは冷たいだろうな。そう言って売れなかった傘をお地蔵様に一つずつかぶせていきました。一つ、また一つ。おじいさんは優しく傘を乗せていきます。でも傘は一つ足りませんでした。おじいさんは少し考えました。そして自分がかぶっていた傘を取りました。これを使ってください。そう言って最後のお地蔵様に自分の傘をかぶせました。おじいさんの頭には雪が降ります。でもおじいさんの顔はどこか優しそうです。これでよし。おじいさんはそう言って家へ帰りました。家に帰るとおばあさんが待っていました。おじいさんはお地蔵様のことを話しました。するとおばあさんは優しく言いました。それで
よかったんですよ。二人は火のそばに座りました。外では雪が静かに降り続いています。その夜のことです。外から何か音が聞こえてきました。よいしょ、よいしょ。何かを運んでいるようなゆっくりした音です。二人はその音を聞いていました。でも、外へは出ませんでした。そして朝になりました。雪はまだ白く残っています。家の前を見ると、そこには食べ物やたくさんの贈り物がありました。二人はとても驚きました。雪の上には小さな足跡も残っています。おじいさんとおばあさんは顔を見合わせました。あのお地蔵様たちだな。二人の心は温かくなりました。外は寒い朝です。けれど、二人の心は優しく温かでした。雪は今日も静かに降っています。おしまい。浦島太郎。
昔、昔、海の近くの村に、浦島太郎という若い男が住んでいました。太郎は優しい人でした。毎日海へ行って魚を取っていました。海はいつも広く、波の音は静かです。ある日のことです。太郎が浜辺を歩いていると、子供たちの声が聞こえました。見ると小さな亀をいじめていました。太郎はすぐに言いました。やめてあげてください。そして亀を助けて海へ返しました。亀はしばらく太郎を見ていました。波の音だけが静かに聞こえています。次の日のことです。太郎がいつものように海へ行くと、大きな亀が近づいてきました。昨日は助けてくれてありがとうございました。亀はゆっくりそう言いました。どうかお礼をさせてください。太郎は少し考えました。そして静かにうなずきました。
私の背中に乗ってください。太郎は亀の背中に乗りました。亀はゆっくり海の中へ進んでいきました。水の中はとても静かです。優しい光が周りを明るくしています。しばらく進むと大きくて美しい家が見えてきました。そこは海の中の不思議で美しい場所でした。中ではきれいな人たちが太郎を迎えました。ここでゆっくり休んでください。優しい声が聞こえました。太郎は夢のような毎日を過ごしました。おいしい食べ物がありました。静かな音が聞こえました。柔らかい光があたりを包んでいます。時間はゆっくり流れていきます。太郎の心もだんだん柔らかくなっていきました。けれど、ある時、太郎は村のことを思い出しました。そろそろ帰らなければ。太郎はそう思いました。帰るとき、一つの箱を渡されました。
決して開けてはいけません。太郎はしっかりうなずきました。そして海の上へ戻りました。けれど村の様子はすっかり変わっていました。見える家も人の顔も知らないものばかりです。太郎は静かに立ったままでした。風が優しく吹いています。どうして太郎はとても不思議に思いました。その時、箱のことを思い出しました。太郎はゆっくり箱を開けてしまいました。すると白い煙がふわりと広がりました。煙は太郎の周りを静かに包みました。太郎の体は少しずつ変わっていきました。若かった顔もゆっくり年を取っていきました。海の近くには静かな風が吹いています。波の音もいつものように聞こえています。おしまい。物語はこれで終わりです。ここまでゆっくり聞いてくださってありがとうございました。
このまま何も考えずに静かに眠りの世界へ入ってください。今日も一日本当にお疲れ様でした。またいつでも聞きに来てください。おやすみなさい。いい夢を